皆さんこんにちは。山かなファームへようこそ。さあ今回はですね、パンジービオラをなんと9月10月頃から咲かせる方法をご紹介します。で、今皆さんの目の前に今ですねこんな感じでもうお花が咲いています。ここにもねお花という風に開花している様子がわかるかと思います。種から育っている株です。現在が10月の20日なんですけれども、こんな感じで株もね立派に育ち始めて開花もしてくれています。今回ご紹介する方法なんですけれども、確実にできるという方法ではなくってたまたまできた方法なので、ぜひともねパンジービオラの今後の栽培の参考にしていただきたいという思いで今回は動画にしています。ではどんな方法なのか早速見ていきましょう。どうぞ。ではね、気になるその方法をご説明する前に、前提として2つご紹介をしておきます。まず1つ目はですね、パンジービオラ、基本的には一年草ですよね。お店にね早くて、秋口ぐらいから苗が出回るかと思うんですけれども、この秋からそして春まで長くお花を楽しむ、冬のお花の定番として愛されているかと思います。ただですね、やっぱりどうしても夏越しというのが難しいためにパンジービオラは一年草扱いだと思うんですけれども、もちろんね中にはね夏越しをしっかりさせて、多年草ですとか宿根草のようにね楽しんでいらっしゃる方もいると思うんですけれども、やっぱり稀なケースですよね。この秋になって苗を購入してきて、冬から春まで長く楽しむ、そして枯れる、そしてまた秋になったら苗を購入するというサイクル、一年草として楽しんでいらっしゃる方が多いかと思います。で、2つ目、種まきによる開花の時期ですね。基本的にね種まき適期と言われる9月とか10月に種まきをした場合っていうのは、どうしてもね、年明け2月とか3月頃の開花になることが多いかと思います。やっぱり苗を買うよりも開花の時期っていうのがぐっと遅くなってしまうんですね。ではこの種まき適期を少し早めて8月頃にですね外気温を少し調整して保冷剤とかで気温を低くした状態で種まきをした場合、私去年8月の中旬に種まきをしましたけれども、それで開花は11月の上旬に開花してくれました。で、この株を見てもらうと現在が10月の20日、8月に種まきをして、育てた株よりも随分早く開花してくれています。で、今日ねこう言って開花しているんですけれども、実のところ言うとこの株7月から開花してくれているんですね。だいぶ早いですよね。ではどんな方法でこれだけ早く開花してくれたのか、今年の6月まで遡って見ていきましょう。ビオラのねアンティークという品種のものをいっぱい植えていたプランターなんですけども、もうお花も終わったので抜いた後見てください。こんな感じでね、これって発芽してますよね。ビオラさんたちがたくさん発芽してます。でも現在6月の27日、さっきね梅雨明け宣言が行われて、これから本格的なね夏がやってくるんですけれども、どうやって夏を越させようか、これからちょっとね作戦を練りたいと思います。たくさん発芽しました。7月28日です。このね猛暑の中枯れることなくなんとお花が咲きましたすごいですね。で、つぼみもねこんな感じであってくれているんですよね。ですね、西向きに置いちゃってるんですね。西日がガンガン当たる場所に置き場所がなくて、それでもね溶けたりとか枯れたりすることなくいってくれてるんですよね。で、半分はちょっと別のとこにね植え替えた方がいいかななんて思っているんですが、ちょっとそんな時間もなくそのままにしておいたんですけれども、意外や意外順調に生育してくれています。半分だけ
そのままにして半分だけちょっと掘り上げて、別の場所に、いわゆる風通しが良くて涼しくてあんまり日が当たらない場所にちょっと移し替えをしていきたいなと思います。ここにね、一部移し替えを行います。土は水はけがいいものを使っていきますね。培養土に赤玉土の小粒を3割ぐらい混ぜたもので、元肥としてマガンプ系も入れてあります。鉢底石はなしにしました。じゃあ、はい、この一角を掘り上げましょうかね。できるだけ根っこを傷つけないように、もうこのまま下の方からごっそりこれをそのまま鉢に動かしますね。こんな真夏にね、あんまり植え替えはしない方がいいんですけれども、ちょっと吉と出るか凶と出るかものは試しにやってみましょう。植えっぱなしでね消えるのか、それとも植え替えの真夏でも植え替えをしてあげたことによって生き延びてくれるのか。たっぷりとお水やりをしてから、もう直射日光には当てずに風通しが良い半日陰ぐらいの場所で雨は当てずに管理をしていきたいと思います。じゃあ残りのこのビオラさんたちはこのまま同じ場所に置いて様子を見ていきます。もしね、西日が当たる場所でもこのままね夏越しをしてくれるのであれば、こぼれ種ちゃんたち最強説っていうのを唱えることができるかなと思うので、ちょっと様子見ましょう。これでね、はい、やっぱりちょっと葉っぱがね虫食いがあったりとか、ちょっと日差しで株自体がコンパクトになり始めたかなという印象なんですけれども、お花ね次から次に開花し始めましたよ。すごい。でも全体的にほらコンパクトでしょ。超マイクロビオラって感じです。これでね消えずにね夏を越えてくれたらめちゃくちゃ嬉しいですね。8月18日の様子です。ちょっとね虫食いが前回まで多かったんですけれども、だいぶね、はい、薬剤をね撒いたので、オルトラン DX 撒いたので、葉っぱのこう虫食いみたいなのは減ったかなと思います。で、株としてはねそんなに大きくないですね。本当にね、ほぼほぼ変わらないぐらいの大きさではあるんですけれども、こんな感じでね開花してます。株の大きさどうでしょう。高さで言うと5センチ10センチぐらいかな。そんな高くないですね。一つの株の大きさもほんとね数センチ程度という感じで、全然ねこうぐんぐん成長するという感じではありません。ただこの猛暑の中も枯れることなくそのまま生き続けてくれています。鉢に移し替えた株の方は全部ね枯れてしまいました。なんか溶けるような感じでねしおれていって枯れましたね。やっぱりね真夏のねこう移植みたいなのはせずにそのままねやっておくべきだったんだろうなと思います。これもまた勉強ですね。なんか一気にどんどん開花が進んでますね。たくさんお花が上がってきました。でもね株はねまだまだ小さいままなんですけれども、可愛らしい花が咲いています。今日が8月23日。まだまだ暑い日が続いているんですが、元気よく咲いてくれてます。今日が8月29日。だいぶね、朝晩の気温も下がってきて、もうじき本格的な秋が来るなという季節になりました。なのでね、こうしっかりと夏越しはしてくれたかなと思うんですけれども、株自体としてね、気温がね、少しずつ下がってきたとしても大きくならないので、ここらでね、ちょっと整える作業をしていきたいなと思います。花茎を取る、徒長している茎を、摘心、切り戻しする、そして追肥ですね、を行っていきたいと思います。じゃあまずちょっと摘心、花柄摘みからやりましょう。これとかすごいもう間延びしてますよね。ここが株元でぐーっと伸びて。ここまで来てしまってるので、少しね、半分ぐらいにカットします。このあたりでね。はい。で、あと、花柄も取っておきます。こんな感じ。はい。
では今みたいな作業を全体的にやっていきましょう。もうつぼみもね取っちゃいますね。半分ぐらいにカットして、こんな感じにしました。そしたら追肥、まず固形肥料 IB の力与えます。この鉢の縁に置きますね。ギュッと置いて、ギュッと置いて、全体的にいくようにこの辺りに置きましょうか。はい、ちょっと斜めなとこ置いてるのでこの辺に多めに入れました。あとはね、液体肥料は週に1回程度与えていこうと思います。ちょっとお水やりをした後なので、今日は液肥はあげないんですけれども、水やりのタイミングだなと思った時に、液肥、ハイポネックスのね、液肥を与えようと思っています。今日が9月17日ですね。はい。肥料を与えまして、なんか多少ね、大きくなったかなという印象です。このままね、様子を見続けていきたいんですけれども、気温も徐々に下がってきたことですし、今日はね、この半分ぐらいを掘り上げて、ちょっとね、ポット上げしてみたいなと思います。この株やっていきましょうかね。できるだけ深く、たくさんの根っこを残すような感じで掘り上げます。広範囲でね、掘り上げてみましょう。これくらいでいいかな。はい。こんな感じで掘り上げました。そしたらね、この古くなったね、ちょっと苔むしてる土は、はい、取り除いて、これをポット上げしていきましょう。じゃあここに 2.5 号ポットに、はい、土を入れます。この土はね、培養土に赤玉土の小粒に3割程度混ぜ込んだ水はけがいい土ですね。に元肥、マガンプ系を入れたものです。害虫もね、ちょっとね、見られるので、オルトラン DX、薬剤をね、入れておきます。はい。こんな感じかな、います。そしたら、摘心しておきます。ちょっと、ちょろっと徒長しているので。半分ぐらいにしました。はい。こんな感じでね、もう複数株掘り上げていきましょう。こんな感じでね、14ポット。株的に大きなものから小さなものまでちょっと様々あるんですけれども、14ポット植え替えを行いました。お水やりをしっかりして、この後はね、しばらくは明るめの日陰で管理して、根っこが張ったかなと思えば、日向に出して管理を続けていこうと思います。今日が10月20日です。ポット上げしてね、1ヶ月とちょっとが経った状態です。株が結構充実してくれましたよね。しかもね、こんな感じで綺麗なお花も続々と上げてくれています。こちらは紫のお花。株によってね、お花色が違っているんですけれども、こちらは黄色の綺麗なお花を上げてくれています。ではね、今日はこちら追肥を行っていきましょう。固形肥料 IB の力を使っていきます。1ポットあたりね、2粒ずつぐらい使っていこうかな。はい、追肥やります。では2粒なので、これを株から少し離したこのポットに沿うような感じ、ポットの縁沿いに置いて、少し私は土の中に埋めるようにしています。こんな感じ。はい。こうするとね、こうやって移動した時にも動かないのでいいんですよね。はい。こんな感じでね、追肥、置き肥をやっていきましょう。まだね、水やりのタイミングじゃないので、今日はやりませんけれども、水やりのタイミングになったら、液体肥料もね、与えます。液体肥料はね、1、2週間に1回程度の頻度で与えていって、固形肥料はね、これ1ヶ月肥料成分が継続するタイプのものなので、月1の交換でやっていこうかな。はい。今日は追肥を行いました。
ちなみにね、こちらのプランターの方はというと、ポット上げしたものよりもやっぱりだいぶ株としてちっちゃいですよね。なので、気温がある程度落ち着いた時期のポット上げというのは効果的だったんだなっていうのが、これを見るとわかるかと思いますね。まだ小さいままですよね。しかもこっちの株はね、お花がもうついていません。なのでね、こちらの株もね、はい、残っている株もポット上げしてね、株をちょっと太らせていく作業も行いたいなと思っています。はい、こぼれ種からの株の成長報告は以上になります。はい、ということで今回はこぼれ種からパンジービオラを育てて、とにかく早い開花を目指すという方法をご紹介しました。いかがでしたでしょうか。8月にですね、だいぶ早い時期に種まきを行った株よりもさらに早く開花してくれますので、ぜひともね、皆さんも参考にしていただけたら嬉しいです。で、来年はね、私はね、いわゆる花後ですね、4月とか5月の段階で採取した種をすぐにこぼれ種ではなくって採取したものを種まきして、その後どういう風に開花をしてくれるのかとかをしっかり見ていきたいなと思っています。ぜひとも皆さんもね、こういうこぼれ種情報ありますよ、こういうね、開花のさせ方ありますよという情報がありましたら、コメント欄、そしてインスタなどにお寄せいただけると嬉しいです。インスタグラムやっていますのでね、フォローがまだという方はフォローもお待ちしております。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。